皆さんこんにちは。普段外国の方に日本語を教える仕事をしている伊藤亜子です。エネルギーマネジメントのコーチングをしている桜井陽子です。この番組では、エネルギーマネジメントで毎日を楽しく元気に過ごすためのちょっとしたヒントをお伝えしています。はい、今日もエネルギーマネジメントをお話ししていきますが、今日はなんと陽子ちゃんがエネマネという言葉に出会ったきっかけを紹介します。最後まで絶対聞いてください。今日のお楽しみはウォッカベースのカクテルです。使うウォッカはスミノフを選びました。ウォッカとオレンジで今日は何ですか？スクリュードライバーです。はい、皆さんおなじみのスクリュードライバーです。ウォッカとこのオレンジってすっごく相性がよくってぐりぐり飲めちゃうので、お酒デビューしたばっかりの人は飲みすぎに注意してください。いっぱい飲んだら記憶がなくなりますはい、では作りましょう。作り方は簡単です。氷を入れたグラスにウォッカとオレンジジュースを入れて混ぜるだけ。今回はウォッカ 50ml、オレンジジュース 150ml を入れました。3対1の割合が飲みやすいと思います。ゆっくり楽しみたい方はオレンジジュースの氷を作っちゃうと溶けても最後まで美味しく飲めておすすめですよ。場所が変わりました。では今日のスクリュードライバーできました。乾杯。いただきます。美味しい。なんか爽やか。グイグイいっちゃうね、やっぱりジュースみたいな感じ気をつけてください酔っ払いますはい、美味しいです。女の子に人気です。お家でね、作れたら毎日作っちゃいそう、はい、じゃあ陽子ちゃん、今日のエネマネはどんな内容ですか？はい、今日は私がエネルギーマネジメントという言葉を知った時のお話をしてみたいと思います。おー、聞きたい。興味あるじゃあさ、あこちゃん、こういう経験ない？どんな学生の頃にね、テスト前に机には向かって時間は過ぎていくんだけど、全く頭に入ってこなかったことってなかった？あったあったありましたあった。同じ行を何度も何度も読んで、あれ気がついたら全然進んでないっていうね、あるあるね、とかお料理をしてるのに、そのお料理に集中できずに違うことを考えてしまってるとかっていうのはどう？もうそう、あるある料理してても目の前で勉強してほしいのにずっとゲームばっかりしてるのを見たりするときにちょっとイライラってしたりあるかな。それって集中ができてないっていうことで、自分のエネルギーを目の前のことに注げてないっていうことなんだよね。なるほどね。で、私もかつて自分が企業で働いてた時にも仕事のやり方でそういう時があったんだよね。へえ、そうなんだね。昔企業の広報を担当してた時があったんだけど、社内の調整もすごく多いし、やることもいっぱいあってすごく楽しかったんだけど、もう頭の中がもう次これしなきゃあれしなきゃでいっぱいでストレスフルな状態の時があったの。そしたら、会社の中を移動していく時に、警備の方に言われたのが、この前を通るたんびにね、目がつり上がってるよって言われたの。警備の人にそうよく見てる、よく目がつり上がってる、よく見てる。もうそれぐらい、もう気が張ってたりとか、イライラオーラを出してたんだと思うんで。そうか、だんだん忙しくなったらもうどんどん心も余裕がなくなってくるしね。知らないうちにイライラして目がつり上がることがよくあるね。ありますか？あるある。で、ちょうどねその時に言われた言葉が今でも心に残ってるんだけど、海外事業を担当している目上の方がいらっしゃったのね。でその人が私の顔を見て、機嫌ように働かななって
なるほどね。それを言われた時にすごいギューって固まってた心が一気にあったかくこう溶けていくような感覚を味わったのね。素敵な先輩ね。仕事の内容というよりもやっぱり自分でね心が心地よく働くのが大切なんてアドバイスしてくれる先輩素晴らしい。そうなの。その時から働き方っていうのが少しずつ自分の中でも楽しめたり、常にいつも自分がどんな風にしたいのかなっていうようなところを意識するような働き方に変わっていったと思う。すごい先輩のおかげ。そうね、いい先輩。でそういうのを常になんか心のここに持ってたんだけど、でも実際にそれをどうしたらいいかわからないまま時間が過ぎていったよね。それでね、その後にご縁があって、企業の働き方をサポートするような仕事に就いてたこともあったんだけど、その時にね見た現場で感じたのが、みんな全然楽しそうじゃなかったんだよね。なるほど。なのでそれを見た時になんか自分の心の中に昔言われた機嫌よう働かななっていうそれがこうちょっとざわざわざわっとはしてたんだよね。で幸福度が高いって言われるデンマークに視察に行く機会が3年くらい前にあったんだけど、デンマークの企業、そこで出会ったのがマルモスっていうデンマークでも働きやすい企業ナンバー1に表彰された会社があったんだよね。へえ、マルモス？マルモスが一番大切にしてることっていうのがエネルギーマネジメントだったんです。おー、つながった。そうなの。もこちゃんとエネマネがつながった。そうなんです。社長がお話ししてくださったんだけど、大切にしてることは何ですかって言った時に、スタッフがこのマルモスで働いてて楽しいかどうかっていうのが大切なんですっていうことを一番最初におっしゃったんだよね。なるほど、すごい素敵な社長。そう、これがそのマルモスの会社の写真、外観かっこいいでしょ。さすが北欧。おしゃれでしょ。おしゃれおしゃれ。マルモスは屋上の緑化が環境問題に対応して街づくりとかをやってる先進的な企業なんだよね。なるほど。社内の様子。おー、いいね。こんな会社で働いてみたい。外の光もいっぱい入るしね。照明も可愛い。ねえ、こちらがね会議室なの。北欧。で、社長自身もそのエネルギーマネジメントが大事だよって言ってる上に、それが社員一人一人がとっても楽しそうに働いていて、そのエネルギーマネジメントの考え方が浸透してる文化があったんだよね。へえ、みんなじゃあエネマネを考えながら毎日働いてるのね。そうなの。すごい。人によってエネルギーを最大限発揮できる時間帯って必ずしも9時から4時の間というふうには限らないって考えられているのね。だから自分自身がいつ集中力を発揮できるのかとか、生産性高く働けるのかっていうのを知っていることが大事で、評価でフォーカスするところが結果だけじゃなくってそのプロジェクトの進行管理、そこがすごく評価をしますっていうふうに言われてました。もう一つね、すごくみんなでエネマネを共有できてるなって思うエピソードがあって、会議の前のエネルギーチェックっていうものなんですね。何をしているの？どういうものかというと、会議の前にまず3分間みんなで深く深呼吸するんだって。でその後に、じゃあ今日あなたのエネルギー状態はどうですかっていう質問をされる。面白そう。それで3段階でスタッフは答えるんだよね。いいよっていう時は親指上向きでグーッとエネルギーいいです。でまあまあまあかなっていう普通の状態の時にはこう横向きで、ちょっと今日ね気になることがあってねとか、こうお客さんとのトラブルで困ってるんですっていうような時は
下向き。おー、なるほど。じゃあこれを、会社のメンバースタッフみんなで一緒にやるんだね。そうなんだよ。おー、そしたら、うん誰がどういう状態なのかっていうのを、全員が知ることができるでしょ。確かに。そしたら、うん中でもし困ってる人がいたら、その人の問題を解決するっていうのを一番最優先に考えるらしいんだよね。なるほど。会議の前にスタッフの困ってることをみんなで考えてみよう。そう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 、面白いね。自分だけでこう、一人でもがいたりしてるのを防ぐために、みんなでじゃあどうしたら解決できるかなっていう解決策をまず考えるっていうことを優先的にするんだってね。おー、すごい。日本にはあまりない考えだよそうね。だよね、でみんなの状態を良くしていくっていうのがまず一つの考え方、でもしみんなのね状態がめっちゃいいとかだったら、じゃあ今日議題は2つだけの予定だったけど4つしてみようとか、なるほど。もうちょっとじゃあ難易度の高いことに挑戦してみようとか、そういうふうに自分たちの状態に合わせてやることを柔軟に変えていくっていう、そういうエネルギーマネジメントの方法を仕事のやり方で取り入れられてる会社だったの。社員が周りのみんなのエネルギーを知ってたら、エネルギーほんと高い時には、楽しくすごく効率的にいい仕事ができるっていうことだね。すごい。それでは今日のエネマネのヒント。エネルギーをマネジメントする視点を持って毎日を過ごそう。なるほど。私も何かやらなければいけない時の前に自分がこうかな自分のエネルギーいいかなってチェックしながらやるといいかもしれないね。そうだね、でもしこうだった時は前回までの YouTube のコーピングをしてみたらいいってことだよね。その通り。少しでもね、やっぱりこう状態を良くしてから取り組む方が絶対にいい成果が上がったりすると思うので、ぜひ意識してみてくださいね。はい、わかりました。なんかいろいろなことが効率よくご機嫌にできる気がしてきた。そうそう、やっぱり機嫌よく毎日を過ごしたいですもんね。そうですね。ぜひ皆さんもやってみてください。それではごきげんよう。